では実際にこのね新品のサーフェスラップトップ4を開けてみたいと思います。アルカンターラの素材がやっぱ高級感があっていいですね。サーフェスプロ7とですねサーフェスラップトップ4の比較なんですけども、どうもこんにちは。サーフェスファンチャンネルのタカフです。このチャンネルではサーフェス製品のレビュー動画やサーフェスに関する役立つ情報などをアップしていってます。またお知らせなんですけども、サーフェスファンチャンネルの、LINE 公式アカウントではサーフェスのですね購入相談なんかも受けています。最近始めたんですけども、実際にね相談された方には結構ね好評なようで大変嬉しく思います。サーフェス好きでですね、現役エンジニアの僕でよろければですね無料で、購入相談の方を受けてますので、よかったら概要欄に書いてある、LINE の方にですね、気軽にメッセージください。そして本日のテーマはてってれーサーフェスラップトップ4の、開封レビュー。はい、またね、サーフェス買ってしまいました。先日ね、サーフェスブック3をちょっと買ったばかりではあるんですけども、まあね、ちょっとサーフェス好きで、サーフェスファンチャンネルをやっているということで、新製品のね、サーフェスはちょっと買わねばというところで、サーフェスラップトップ4、買ってみましたので、今日はね、これを新品ちょっと開けてみて、そのファーストインプレッションをね、ちょっとお届けしようかなと思います。はい、で、買ったスペックはですね、13.5 インチの CPU が AMD の、Ryzen 5で、メモリが 16GB で、ストレージが 256GB ですねというスペックをちょっと買ってみました。本当はですね、僕は第11世代になったねインテルの、Core i5 で、16GB メモリの、512GB ストレージのやつが欲しかったんですけども、まあね、サーフェスファンチャンネルなんで買いやすい方はRyzen の方かなと思ったので、より買われるであろう方をですねちょっと、買ってみて実際の使用感をね使ってみて、その使用感のレビューをまたお届けしようかなと思ってます。なんでちょっとね人柱的な感じでこっちの方をRyzen の方をちょっと選んでみました。インテルのね方だったら第11世代のインテルにはね CPU が XE グラフィックスっていうなっていて、かなりねグラフィックスが強化されて動画編集とかにね強くなってるはずだと思うんですけども、一般的なね使い方ワードエクセルとか Web 閲覧とかそういったことでしたらRyzen でもいいのかなと思うので、そのためにねちょっとRyzen の方を今回は選びました。ということで、このね AMD Ryzen CPU の方のね開封レビューをやっていきたいと思います。本題にね入る前に、Surface ラップトップ4の、お買い得情報の、お知らせです。今回ご紹介する Surface ラップトップ4のお得なまとめ買いセットっていうのをですね、マイクロソフト公式ストアの、URL の方を概要欄の方に、貼っておきました。これねマイクロソフト公式ストアの製品ページのね中にリンクあるんですけど、ちょっとね見つけにくいところにあるので、概要欄のねリンクから行けばダイレクトにアクセスできます。そちらの方で購入するとですね、マイクロソフトコンプリート保証プランとか、あとはサーフェスのアクセサリーですね、僕も使ってるサーフェスドック2とか、あとはマウスとかサーフェスペンとか、サーフェスペンは使わないかもしれないですけど、そういうのがね 20% オフとかになっているので、よかったら、チェックしてみてください。それでは行きましょう GO！ はい、それでは実際にこのね新品のサーフェスラップトップ4を開けてみたいと思います。いつもの通りねこうやってまずフィルムを剥がして、いきます。いやーいつも思うんですけど新品のね PC は気持ちがいいですよね、やっぱりね。はい、さあ開けます。てってれー。これねいつも高級感になるようにゆっくり開くんですよね、このサーフェスのね。なかなか開けにくいっていう。来ました。わーおエクセレント。ちょっとねテンション高いですけど、ここから持ち上げるんですかね。はい、持ち上げて、中身は、これはいつものね AC アダプタと、マイクロソフトオフィスだと思います。重要なのはこっちですよね。フィルムを開封ピッと。新品はねやっぱ丁寧に扱いたいですよね。これすごいですよね。サーフェスって裏の方にネジが全くないんですよね。ネジのとこがめちゃくちゃ綺麗に作られてるんですよ。いい匂い。これは匂いが期待できますね。サーフェスラップトップ4め
ちゃくちゃ綺麗です。すでにすごいいい香りがしてます。さあ開けてみたいと思います。ででーん。うわ、すぐ電源がつきますね。いいですね。これアルカンターラ素材なんですよね。はい、開封したカバーをね開けてみた感じはこんな感じになります。ファーストインプレッションとしてはアルカンターラの素材がやっぱ高級感があっていいですね。このキータッチもなかなかいいです。これはねちょっと後で打ってみないと分かんないですね。これめちゃくちゃ研究されてね作られてるそうなんですよね。このサーフェスラップトップ4のキーボードってちょっとこっからはセットアップなんで、また後で撮ろうと思います。こんにちは、コルタナと申します。これから PC の設定に必要なサイン、これ一番最初ちょっとびっくりしますよね。コルタナのこのアナウンスいきなり喋り出しますもんね。はい、セットアップの方がね終わりましたので、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。まずはですね、サーフェスラップトップ4の、特徴としては 13.5 インチのね、液晶でして、13インチクラスのねノート PC としては結構大きめな液晶となってます。でしかもこれ3対2のアスペクト比になっていて、こういう風にね、ブラウジングするとき、ネット見るときにですね縦に表示が長くなるので見渡しやすくなるんですよね。だからその分、スクロールする、操作も減ってきたりとかするので、僕はね、昔から言い続けてはいるんですけども、このね16対9横長なノート PC が多い中、やっぱり縦長の3対2のアスペクト比っていうのはすごいいいかと思います。ウェブがやっぱり見やすいですよね。ウェブ以外にもワードとかエクセルとかだったら縦にね長い方がより見渡しやすいっていうのがあります。次に特徴的なこのキーボードですね。キーボードねめちゃくちゃこだわりがあって作られてるんですけども、やっぱりね打鍵感は最高です。打っていて超気持ちがいいキータッチなんですよね。これはね本当に秀逸なキーボードですよね。僕思うにマイクロソフトねこういうとこ結構研究開発費かけてすごいね作り込んでると思うんですよね。やっぱりね下手な PC 買うとですねキーボードのね入力感みたいな打鍵感みたいなのがねやっぱなんか気持ちよくないんですよね。だからこれはやっぱね分かっていたことではあるんですけど、サーフェスラップトップ4のですね、キーボードは最高ですという感じです。このエンターの音もいいですねたださっきから、僕入力してるんですけども、ちょっとねこの多分アルカンターラ素材だからなのかキー入力、しているとですねちょっとたゆみますね。この部分キートップがですね、メタルの方を触ってみないと分かんないんですけども、ちょっとねたゆむ感じはあります。僕サーフェスブック3も使ってるんですけども、サーフェスブック3は、完全メタル、合成素材硬い素材になってるんで結構ガシッとした素材感なんですけど、このアルカンターラはちょっとですね、高級感重視でこういう手触りはいいんですけど、ここのキーボード部分が、ちょっとたゆむっていうことが分かりました。ちょっとメタルをね触ってないでまだ分かんないんですけども、高級感とかこの肌触りの良さをね、選ぶんだったらアルカンターラの方がおすすめですね。でより合成感の強いキータッチを欲しいんだったらメタルの方がいいかなっていう気がします。でもこの打鍵感としてはアルカンターラでも最高に気持ちいいです。これはね Surface Pro 7にはねない打鍵感なんですよね。Surface Pro 7はかなりベコベコしてしまいますので、これはいいですよねやっぱり。ラップトップ4ね他にこだわりとしまして、これ指1本で開けられるっていうのがあるんですね。なんかねすごいこだわってこのカバーが閉まるとこが作られていまして、本当に両手使わないでこの指1本でさっと開けられて、僕の顔認証で速攻ロック解除になりましたけども、こういうところもね日常的に使っていくには、地味に嬉しいポイントだったりしますよね。はい、ポート類見ていきましょう。ポート類はですねこちら右側に、Surface Connect ですね。よくね独自コネクトをやめてほしいっていう声もよく見るんですけど、僕これね磁石で取り外しできるので結構これ好きなんですよ。で、左の方が、USB-A と USB-C とイヤホンジャックっていう形ですね。ここら辺はね結構シンプルに作られてます。で裏面は
すごい綺麗でですね、これも多分かなりこだわりがあるんでしょうね。ネジ穴が全く見えないんですね。すごいまっさらな感じになってます。でシンプルにね、マイクロソフトのロゴだけがあるっていう感じですね。あとはここに排気口ですかね。という感じです。ではですね、他のサーフェスとの比較もちょっと見ていきましょう。サーフェスプロ7とですね、サーフェスラップトップ4の比較なんですけども、やっぱりね、一目見てわかるのはこの画面サイズの違いですよね。サーフェスプロ7の方がね、確か 12.3 インチ順とかでして、で今回サーフェスラップトップ4の方が 13.5 インチなので、外出が多くてですね、ノート PC だけで、作業するっていう方はラップトップ4の方が、いいかなっていう気がしますね。タイピングもねすごい、気持ちがいいので。だけどやっぱり、タブレットになるので、こっちは、サーフェスペン使ったりだとか、大学のね、授業をワンノートでですね板書したりとかするんだったら、もう断然僕はプロ7の方がいいかなっていう気がします。で、軽さとしてもね、もちろんプロ7の方が軽いです。といってもね、ラップトップ4も 284g とか 1.23kg でしたので、全然持ち運べる重さではありますよね。あとはキータイピングが多いんだったら、やっぱりラップトップ4の方がいいかなっていう気がしますよね。このトラックパッドの大きさもやっぱりプロ7はですね、ちょっとこのサイズがゆえにちっちゃめになってるんですけれども、全然十分ですけども、ラップトップ4の方はこんだけ大きいトラックパッドになってるので、やっぱこの分操作がしやすいかなっていう気がします。はい、ついでにね MacBook Pro との比較もしておこうと思うんですけども、こんな感じでして、やっぱね液晶のサイズ感がねちょっとラップトップ4の方がいいかなって気がしますよね。MacBook Pro は16対10なのに対してラップトップ4は3対2なので、ちょっとやっぱり縦にこの大きさが顕著に現れてますよね。その分、ウェブとかドキュメントとかが見やすいという風になってます。で、インテル系で言うと MacBook Pro はまだ第10世代のインテルだったのに対して、僕は今回、Ryzen の方を選べましたけども、インテル CPU の方だったら第11世代なので、こっちの方がねよりグラフィックスは、強いはずで、キーボードに関しては僕はね結構この Mac のね打鍵感はすごい好きなんですけども、ラップトップ4も、それに勝るとも劣らない、結構高品質な、キーボードっていう感じですね。トラックパッドはこれ MacBook Pro めちゃくちゃでかいですよね。ラップトップ4もこれだけあれば十分かなっていう気がします。なんか本当にこの MacBook Pro の対抗馬としてはラップトップ4になるんじゃないのかなっていう、Surface Pro 7よりはですね、同じノート PC スタイルだったらラップトップ4対 MacBook Pro っていう感じもします。はい、で今回、Surface ラップトップ4ね、ステレオもすごいこだわってるそうなので、ちょっとそれもね、聞いていきたいと思います。僕ね YouTube やってますので、 YouTube にはね無料の音楽ライブラリがありまして、そこを何個か聞いてみたいと思います。おー、綺麗ですね。ちょっと暗い曲ばっかりだな明るい曲にしよう。おー、いい。なんていうか低音というよりは、中音域、高音域がなんかいい感じに聞こえる気がしますね。てか音結構大きくしてるんですけど割れないっすね。なんかノート PC のステレオでももうここまで来たかっていう感じはしますよね。結構やっぱいいですね。だからこれだけで映画を楽しむのも結構ありな気がしますね。音量をめちゃくちゃ大きくしてみよう。
80ぐらい今やってるんですけど、割れないで流れてます。なんかスピーカーはここのエンターキーと確かキャップスキーかな、なんかこの下にあるらしいんで、ここから広がるように聞こえてきますね結構いいっすね。さすが最新のパソコン語彙力。はい、スピーカーもかなり、アップしているというところでした。はい、開封してみたんでね、あとは恒例のサーフェス匂いチェックをしていきたいと思います。それでは嗅ぎたいと思います。サーフェスラップトップ4でかなりいい匂いです。サーフェス、マイクロソフトのね、工場の匂いがしました多分なんですけど、僕はねアルカンターラの方が、いい匂いがする気がします。はい、それではですね、あと僕サーフェスドック2、を持っていまして、それともねつなげてみたいと思います。それで、4K27 インチモニター、デルの U27209 とですね U27209M、こちらに 4K として出力できるかどうかをね試してみたいと思います。これをサーフェスコネクトにですねつなげるんですね。はい、今つなげてみました。はい、出ました。このいつもの効果音。さあ、出ましたね。サーフェスドック2から、今合計3画面出力が、できているわけですね。で今はこれミラーリングの、状態になってるんで、これを拡張表示にしていきたいと思います。はい、今拡張表示にやってみました。全然、表示できてますね。4K2 画面、出力できています。今んとこライゼンでも問題ないって感じですかね。最近ね、気づいたんですけど、このサーフェスドック2でですね 4K モニターにこう2枚出力しているとですね、結構それだけで負荷かけてるみたいで、それだけでね本体が熱くなりがちなので、そういう時はこういうね、ノート PC クーラーなんかを併用するとパフォーマンス下げずに使うことができるんで、サーフェスドック2使って 4K に出力するんだったら結構ノート PC クーラーは必需品だと思ってもいいかなという気がします。はい、サーフェスラップトップ4の、いろんなスペックあるんですけど、その選び方をですね、ちょっと僕なりの見解を説明しておきたいと思います。まず、一般的な使い方、ワード、エクセルとかのオフィスとか、使ってウェブ閲覧とか、して、あと SNS とか、そういうのをやる普通のね使い方とかでしたら、僕はですね今回一番下のスペックの、AMD Ryzen 5の 8GB メモリーの 256GB ストレージ、これでもね結構十分なのかなという気がします。でこれで値段が128,480円なので、オフィスもついてこのスペックで、この値段っていうのはかなりお買い得なんじゃないかなっていう気がしますね。動画編集とかする人でしたら、今回そのラップトップ4の中ではインテル CPU をね、僕は選んだ方がいいかなっていう気がします。今回のねインテル CPU ね、グラフィックスが本当にパフォーマンスアップしてますので、それはね、いろんなベンチマークのいろんなサイトとかでもベンチマークで、測られていて、その結果は出ていますので、動画編集するんだったら、インテル CPU の方がいいですね。その中でもおすすめなのは、インテル Core i5 の、メモリ 16GB が、動画編集もするんで 512GB ストレージ、これがねいいと思います。値段が183,480円ですね、税込みで。ちょっとお高めではあるんですけども、その分のですねパフォーマンスは伴っていますので、全然これで僕はありだと思います。で、動画編集するんだけどもう少し値段を下げたいということでしたら AMD Ryzen の方をね選択するのもありかなとは思います。その場合は 16GB メモリの方ですね。今回僕も買ったスペックがこちらですね、 13.5 インチの AMD Ryzen 5の 16GB メモリで 156GB ストレージ、これでどれだけ動画編集とかできるのかっていうのは、見ていって今後ね、そのレビューもアップしていきたいと思っています。こちらの値段はね15480円なので、この性能からしてみたら、やっぱりねその AMD のコスパの良さがやっぱ現れてる気がしますよね。
はい、もっとですね、詳しく、自分の使い方には、どれが合うのっていうのをですね、そういうのを知りたい方でしたら、先ほどもご説明しました、LINE のね公式アカウントの方に概要欄に書いてありますので、お気軽にメッセージいただければ、僕の方で一番最適な回答はいたしております。はい、ということで、本日の内容は以上になりますね。ラップトップ4ね、新発売になりまして、今回、AMD Ryzen の CPU が 13.5 インチからも選べるようになったということで、かなりね、選択肢の幅が広がったという感じがしますね。世の中のね、ノート PC で使われている、CPU はね、やっぱりまだまだインテルの方が、シェアが大きいので、より安心を買うっていう意味では、インテルの方がいいかなという気がしますね。でも、コスパにはライゼンの方が優れてはいるので、ライゼンもありかなというところです。ということで、実際僕もこのライゼン CPU をね、実際の仕事とか、動画編集とかに使ってみて、それをね、実際に使ってみた感想を後日また改めて動画でアップしたいとは思ってますので、そちらはね、交互期待くださいというところですね。はい、サーフェスファンチャンネルでは、このようにですね、サーフェス製品中心に動画をアップしております。サーフェスがですね、すでに持っている方、気になる方、欲しい方はですね、チャンネル登録していただけると、サーフェスに関する情報をですね、いち早くお届けできるかと思います。それでは以上になります。バイバーイ。